マーさんのレトロゲーのんびり実況始まるで。テラクレスタやります。どいどい。久しぶりのシューティングですね。前回もシューティングあったで。コナミはアイバリワールドのシューティング面のことを言っているようです。随分と早いお釈迦で。テラクレスタむずいで。このタイプの昔の縦集は結構苦手でしたね。スターソルジャーとかも案外苦手。このテラクレスタ、マーさんは子供の頃遊んだことは？友達ん家でちょっとだけ。ほなけん、ほとんど初見と思ってもらって。もうすぐ2号機が手に入るので、ゲームの説明をしたいのですが、大丈夫ですか？大丈夫ではなかったようです。カーミリーちゃん、どうしました？これは結構練習せんとやばい。そのようですね。レトロフリークの連射は当然のように使う。当然ですね。その上で1面は練習しとる映像を流すで。まだまだ下手くそな素人のプレイをご覧ください。そろそろ2号機を手に入れることができます。次こそお願いします。わかってるじゃん。右のマークは画面の半分を超えると点滅します。今は点滅した瞬間壊した。格納庫が開くのでパーツを取得しましょう。2号機パーツは攻撃範囲がでかくなるので使いやすいでよ。この F マークはフルにしてのフォーメーション攻撃を実行できる回数です。パーツと合体するたんびに3回使えるんよ。先ほどのようにパーツと合体中は攻撃を食らってもお釈迦にはまたなりません。食らってもた。見ての通りパーツが犠牲になり本体は生存できます。全然パワーアップできんで。一般人丸出しのプレイへようこそ。イヤホンもむずいって。パーツ取得後のフォーメーション攻撃を展開した瞬間は無敵ですので、攻撃クラウンやったら全部使い切るんや。先ほど2回は無残にも被弾しました。まだ反応して使えんの。危ない思ったら無にするんやで。ケチっても仕方ないです。海を越え、ここから2面のスタートです。クリア演出ないけん、わかりにくいんよな。ゼビウスと同じ方式をとっているようですね。面表示も零変形、数えとらんとわからんくなるで。この動画内では、我々がカウントしますので、視聴者さんは安心してご覧ください。うじゃテラクレスタ、早々に押し勝ってしまいました。ゲームオーバー。まだまだこんなもんやないで。わいやー、これは練習しがいがありますね。うちのお釈迦シーンの集大成をご覧入れよう。シューティングはお釈迦で覚えるのが基本。手伝って。頑張れ、頑張れ。と、非常に騒がしい映像をお送りしましたが、無事修行を終えて、2面から再開です。長い修行やったで。ちゃんとフォーメーション攻撃を使えるようになっていますね。もう少しで次のパーツが手に入りますから、新しいパーツを取る前にフォーメーション攻撃を使っておく。基本ですね。10時間。まさか。早々にゲームオーバー。お釈迦って、お釈迦集大成が終わるまでの編集時間。またやったの。なんか、楽しくなりそうやったけん。今回は早く編集を終わらせて、1週間ぐらいで完成するかも、とか言ってたのに。オバキュー動画を見直しとったら、めちゃめちゃお釈迦った場面、なかなかええな。そんなことを思っちゃったんですね。そうなん。あれ、作るの時間かかりますよね。前回のデータを流用したらすぐできる思って。できなかったと。10時間ぐらいかかってしまった。週に1本動画を上げるのは、夢のまた夢ですか？動画作っとる人たち、どうやってあんなペースで作れるんかめっちゃ知りたい。本当にそうですね。それは相当、5号機の格納庫ですよ。ぜひともゲットや。5号機、育児の後方にバリアーが張れます。謎の高得点。8000点入って1アップや。被弾。すごく辛い。これで2面クリア。3面のスタートです。合体しては被弾の繰り返し。と一息。また初期装備でのスタートやで。早くパーツが欲しいですね。ヘラクレスタは時期が呪いけん。フォーメーション攻撃出した瞬間の無敵がないと。避けられない攻撃が頻繁にあります。2号機や。焦らないで、まずは敵の対処です。敵がおらんようになったら。格納庫を開けてパーツゲットです。2号機ベータ、2発弾が当てて使いやすい。一番大きなパーツですので、敵から被弾しやすくなるのが欠点です。フォーメーション攻撃。ムルンフォーメーション、三日月型のビームを発射できます。序盤は積極的に使っていりで。パーツと合体するたびに、3回フォーメーション攻撃が使えるようになるので、パーツ回収したらボンバーが3回まで回復する思ったら、フォーメーション攻撃を積極的に使おうと、意識しやすい思うで。3号機の格納庫です。3号機、ガンマン、後ろにも弾を撃てるようになるで。テイルガンや、グラディウスの、海が見えてきましたね。大抵は砲台が隠れとるけん、近づいて出現させ撃破や。これがわかるまで時間かかりました。B が出た。この海で3面クリア、4面のスタートです。何が来るかな？偵察艇、アイアンウルフです。
この分裂した弾を敵に当てると1000点ボーナス。謎ボーナス。合体前に余っていたらフォーメーション攻撃。回復する剣な。この3体フォーメーション。一番使いやすいです。最強との呼び声も。そういやさっき合体したパーツ。4号機、デルタ、貫通弾が当てるで。貫通弾は使いやすく強いパーツです。4機のフォーメーション攻撃。サイクロンフォーメーション。回転ビームが当てにくいので、残念ながら弱いです。2機のムーンフォーメーションの方が使いやすい。悲しい現実。あんまし使えんとは長くて、雑に分離してもた。分離時の無敵はしっかりあるので、お釈迦適当に使うと後悔しますよ。まさに今さっき後悔したけど、完全にお釈迦や思った。なんで生還できたんやろか。運が良かったですね。5号機のハッチが、しかも、タイミングよくボスですね。ボスを完封できるチャンス。5号機まで全て合体すると、一定時間火の鳥に変身、無敵になります。ボスです。大型母艦、大根。無敵の間に張り付いて倒すで。火の鳥で無敵は8秒間続きます。ガッハッハ。すまないね大根くん。無敵の間に倒せそうですね。次僕へで頼む。倒しました。ピーピー言うとるんは、火の鳥変身が解ける合図やで。危なげなくボスを倒し、5面スタート。ここであえて被弾。5機合体中、敵弾に当たったら、3機合体の状態になるんや。今の無敵時間はギリギリ。3機の分離は最強のフォーメーション攻撃。諸説あります。できるだけ3機の状態を維持したいですね。それと忘れたらあかんのは、5機合体状態になったら、もうパーツが出てこんようになる。パーツと合体できないということは、フォーメーション攻撃が回復できん。フォーメーション攻撃の回数ゼロはかなり危険なので、いい具合で敵弾に被弾し、パーツを回収して、フォーメーション攻撃の回数を回復した方がええで。ここで気になるのは、4機の分離攻撃が、全全然強くない。然強くない。これが案外辛いんですよね。ビームくるくるアタックが、狙った敵にめっちゃ当てにくいん。5号機、イプシロン。とりあえず火の鳥。とりあえず無敵。の前にフォーメーションアタック。うわあらあら。パーツ全部をしゃかってしもた。ちょっと油断しすぎでしたね。分離攻撃とパーツ合体で無敵が続いとるとばかり。パーツ集め直しましょう。何はともあれクリアです。海を越えて5面クリア。6面のスタートです。早速4号機の格納庫。助かりましたね。多少強引にパーツ合体。合体の瞬間は動けないですが、無敵です。弾よけに不安やったけん、フォーメーション攻撃でしのいだわ。今の音は1アップ音ですね。ああ、恐竜の骨が邪魔。たまらずフォーメーション攻撃。骨で弾が届かんぞこを無敵で蹴散らす。いいですね。そろそろフォーメーションが消えます。貫通弾が気持ちいい。4号機は使いやすいですね。固定防御システム。人手。 F が出たで。人手で阻まれている固定物は文字が隠されていることがあります。ヤフー。ぼーっとしてた？また食らってもうた。おしゃかってないので、次につなげましょう。パーツなしでなんとかこらえるわ。おお、パーツきた。再度4号機の格納庫です。落ち着いてパーツを回収しましょう。この装備でボス戦のようですね。火の鳥は無理じゃった。ボスです。今回は自力での戦いです。うまいことやったら火の鳥で突っ込めたんやけど、今回は無理やった。ふんふん。火の鳥なしですか？よく戦っているじゃないですか。これはうまくいった時間軸のもの。なるほど。この戦いができるまでに、大量のお釈迦の山を築いたと。視聴者さんには、気持ちよくボスと接戦を繰り広げた場面をお送りいたします。ボスが悲鳴を上げていますね。倒したで。ボスは退却。2回目の大型母艦、大根を撃破で6面クリア。7面のスタートです。スタート直後に2号機の格納庫が、助かる。パーツを回収する前にフォーメーション攻撃。合体して分離可能回数が3回に回復しました。一安心。ところで、先ほどの隠し絵文字ですが、今んとこ3種類見つけとるな。N、B、F や。その3種類で全てだそうです。こうやったんか。あれらはプレゼント応募用の隠し要素らしく、そうなん。3種類全てハガキに答えて郵送したら、ふんふん。正解者の中から抽選で1000名にプレゼントが送られたそうです。そうやったん。ほんでプレゼントはなんなん？ゲラクレスタ、テーマ曲集、ミュージックカセット。カセットとは時代を感じさせるな。そうですね。それはそうと、5号機の格納庫です。これで4機ね。火の鳥まであと1パーツやけど、ボス戦前に都合よく出てくれればいいですね。ボスを楽に倒したいとです。これは、黒い大地。
間に合いませんでしたね。しかも4機合体。弱いと噂の4機合体。ボスです。宇宙魔王、マンブラ。ラスボス的な位置づけのボスっぽいんやけど、まだ最終面ではございません。ゆっくり手を飛ばしてきた。引きつけてフォーメーション攻撃や。分2時の無敵の間に敵の弾を抜ける。気合で避ける。折り返しは無敵なしで逆方向に抜けた。広い隙間や。さらに折り返す。フォーメーション終了。もう一度無敵が使える。もちろん使う。戦闘の4号機をボスにめい込ませて大ダメージを狙う。鮮やか。一番うまく倒せた映像をお送りいたしております。宇宙魔王、マンブラー撃破で7面クリア。8面のスタートです。有力モビルアーマー、カテロドガを出迎え。雑魚全部に名前つけとる。偉いと思います。フォーメーション攻撃で敵の弾を回避。割とギリやった。背後からは高速エアーポット、スピーナ。背後から来るんはずるいと思います。運の悪いとぶつかっておしか。3号機の格納庫です。5機目やけ、合体したら火の鳥じゃな。火の鳥は、できればボスで使いたいので、少しもったいないですね。完全攻略するんやったら、合体のタイミングは全部計算に入れた方がええな。そうですね。あの池は多分砲台。5メートル。分かってきた。ピー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 。この音を聞くと、何かの警報器を連想してしまいます。火の鳥変身が終わるん。教えてくれるんは良心的。破壊不可能な敵、気合。嫌い。そのようですね。早めに海に近づいて砲台出しとく。分にしとこう。囲まれて危なかったですね。フォーメーション使わんかったらお釈迦やったわ。海を越えたので8面クリア。9面のスタートです。高速エアーポット、ヒドラ。ヒドラはほんまに高速で困る。池の砲台を壊し損ねた。ああいうのを残したらほんま厄介。そろそろあえて被弾。3機合体にパワーダウン。フォーメーション攻撃の回数を回復できる状態に。早々に5号機の格納庫が出てきた。合体の前にはフォーメーション攻撃を使う。しかし3機合体のフォーメーション攻撃はほんま強い。できればこのままで行きたいところですが。4機合体しました。最弱の4機合体。そこまで言わなくても。しもた。素の状態に。パーツなくなってしもたん。 4機合体の恨みですか。最弱言うたけんか。2号機回収助かった。人手が邪魔で壊せんがな。さらに敵機の体当たり。やべえ。またパーツを失う。重要なお知らせ。この矢印の地上物は1周クリアの目安に使えます。覚えといてや。パーツを早くくれんかの。おなじみの2と砲台で9面クリア。次は10面ですね。行くで。まず出たのは可動両祭、テロス。地上砲台はすぐ倒さんと。アイアンウルフがかき混ぜてくる。避けるに専念。3号機の格納庫が来ました。慌てんと雑魚の処理に集中やで。重機動メカ、ダロスに、今日10キラードッグ。3号機を逃す。やってもうた。3のマーク、壊せたと思ったんですけどね。てか、今のよくかわせましたね。もちろんまぐれ。運だけでなんとか持たせています。次のパーツ格納庫も、運で引き寄せたいところ。ヒドラに高速低有ボス。この連携きついやん。さらに巨樹、ドラゴンまで。ドラゴン硬くて邪魔。飛行隊がいなくなりました。今のうちに倒しとこう。また変態が。次のパーツ、惜しかったです。10面、再スタート。次こそはパーツ、回収しまくるやで。先ほどは格納庫を開けずに見逃しましたが、2度目ですから大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。解放。大丈夫でした。無事合体。キラードッグ邪魔やん。避けるか。今回は避けられませんでした。フォーメーション攻撃は、間に合わんかったね。やはり4機合体の悪口が。ほなって、あれめっちゃ使いにくいやん。まだ言ってる。とにかく、4機合体ディスってから一度もフォーメーション攻撃を使えていません。次こそピンチの時は惜しまず使いましょう。馬天承知の助、敵の攻撃が反応できたらな。4号機の格納庫です。貫通弾が当てる使い勝手の良いパーツです。パーツ奪還。ムーンフォーメーションまでたいな。まだいける。そのうち使うけん。マットリー。それが信用できないんだよな。高速艇、ガラメラ。時期を追いかけてくるこの動きが強いです。今回は避けれたで。フォーメーション使ってもいいのよ。まあ待ち。なぜケチるのか。10面クリア。11面のスタートです。ウニや。思い出したかのようにフォーメーション攻撃をしよう。そして5号機の格納庫が出現。ちょうどええ。もう一回分に。惜しまず使っていいんですよ。
使った方が絶対進みやすい。わかってるじゃない。フォーメーション攻撃を使っている間に、次の格納庫が出現。使い切れませんな。ガッハッハ。合体前に分離しておきましょう。わかってるじゃ中型母艦、中ボ。分離しといてよかった。中ボス対策もバッチリ。フォーメーション攻撃、あんま当てれんかったな。強力な貫通弾もあります。速攻で倒した。いい感じでしたね。現在4機合体中。 5機目をボスにぶつけたいな。火の鳥変身の無敵が強力ですから。次の面あたりボスが出てくるはず。備えたいけどパーツの出現数とか知らんけん。出たとこ勝負。頑張りましょう。下移動は遅い。あかって。ボンミス。上に逃げるべきでした。もう備えるもクソもない。出るパーツは全て取るしかないですね。海からはいつもの砲台。いつものやつを超えて11面クリア。12面のスタートです。3号機パーツの格納庫が現れた。コマンド？戦う。格納庫は3号機パーツを持っていた。なんと3号機パーツを手に入れた。前後に同時攻撃です。何事もなく次のパーツを手に入れたい。雑魚一掃。いい感じですね。この池はおるな。掘りましたね。やはり分かってきた。浮遊機体、アメーバ、素早く接近してスイウェイを撃ってきたり、10体編成で襲ってきたり。なかなかに変化に富んだやつやで。テイルガンの後ろが役立つ。グラディウスの。そういや縦臭のテイルガンって珍しい気がする。言われてみれば。有力モビルアーマー、カテロド。こいつめっちゃ素早いし、動きも読まれへんけん、対処に困る。左、ユーゴス、右、スティーナ。上下の同時攻撃きつい。人手に守られた地上砲台が来ました。攻撃きついけん、テイルガン使えん。格納庫から奪還したいが、黒田。攻撃厳しい。フォーメーション攻撃は、あらら。ボスです。3度目の大型母艦、大根。弾が多く避けづらそうだ。分離の無敵で抜ける。2機によるムーンフォーメーション。弾がでかいけん当てやすい。ボスにヒット確認せんでいいけん、弾よけに集中できるんがええ感じ。今のよく避けましたね。ええ感じのマブレや。とどめのムーンフォーメーション。撃破です。鮮やかに撃退できました。2機合体も強いな。13面のスタートです。フォーメーション攻撃、残り1回です。早う回復したい。5号機の格納庫が来ました。安全に合体したいけん、最後のフォーメーション攻撃。有効な使い方。5号機を奪還です。この面はテンポよくフォーメーション攻撃を使っていきたい。複雑な動きのカテロドが飛来。無敵を使ってやり過ごす。情報からドラゴン。エクステンドフォーメーションを重ねる。強いな。エクステンドフォーメーションは3機のフォーメーションのことです。できたら3機フォーメーションをずっと使いたい。2号機の格納庫。合体前にフォーメーション攻撃使う。人手に阻まれた変態を全滅できました。もう一回フォーメーション使うか。やめたようです。敵とかすった。危な。怖い剣使うで。もうすぐ海ですがフォーメーション攻撃。これぐらいのテンポで使った方が良いですね。結構使ったけどまだ2回もある。13面クリア。14面スタート。水面が怪しすぎるし打ち込む。人手が邪魔すぎる剣フォーメーション攻撃。いい使い方ですね。中ボの曲が流れる。中型母艦、中ボ。中ボスの中ボ。下通られると何もできんけん、さっさと逃げる。あの池の砲台、倒しときたい。タイミングが合いませんでしたね。見逃してやろう。中ボ撃破。意外と早を壊せて一安心や。キラードッグと一緒に相手するんは厄介すぎる。単体ですと何でもない相手なんですけどね。次の雑魚変態が来たらフォーメーション使う。残り1発を使ってしまう。使うた。この変態を全滅させて、次のパーツに備えましょう。人手奥の砲台を撃ったけん、使うてよかった。結果オーライ。危な。後ろのバリアー役立った。全滅させることができました。3号機の格納庫。ちゃんと雑魚を追い払って。3号機奪還。この黒い大地は、もうすぐボス。そして、武器合体で火の鳥に変身。ボスです。無敵の状態でボスに突っ込む。火の鳥の効果時間内にボスを倒せるか？とにかく張り付いてビーム攻撃や。ピッピーピッピー。変身が解ける。ちょうど倒した。よかった。間に合いましたね。次の15面スタートです。次のボスも火の鳥で焼いてやりたい。やりたいですね。早々に被弾して3体合体に戻す。
あと2パーツ、いい感じで合体してボス戦突入頼む。出てくれるといいですね。そのためにも無傷で進まんと。現状は2号機、4号機と合体中。ステージの途中で3号機、5号機の格納庫が出てくれるか。ですが、5号機はともかく、3号機は難しいかもしれませんね。やるだけやってみるわ。フォーメーション攻撃、人手が邪魔すぎたけん、やられる前にやったった。早めに対処。こまめに使っていくのが良いと思います。テンポよくフォーメーションを消費するのが、上手に進むコツだと思いますね。やってきた経過を見る限り、そんな感じよね。しかし、3号機の格納庫来ない。そろそろ諦めた方がええな。1アップオン。5号機の格納庫です。やっぱ無理だったか。黒い背景が見えますし、もうすぐボスのようですね。火の鳥は残念でしたが、4機合体で行くのが辛い。弱いですからね。黒い大地、こちらは準備不足。行くしかない。ラスボス的なやつです。気合10分。2度目の宇宙魔王、マンドラ。3機のフォーメーション攻撃が終了。腕を引きつけて。無敵の間に左に抜ける。4機のフォーメーション攻撃は足らない。なんでこんなに弱いん？それでも正面のパーツをめり込ませ連続ヒット。正面でおるん怖いけど。再度フォーメーション攻撃を展開。正面でないと当たらん。マンドラーを追い込んだ。あとちょっとや。撃破。やりました。ラスボスを倒し15面クリア。最終面、16面です。もうちっとだけ続くんじゃ。本当にチップです。もうやりきった感が出て、気分爽快で進む。ここからお釈迦は見たくないので、油断しないようにお願いします。あと1回分にできるしいけるって。心配。3号機の格納庫。ボス前に欲しかった念願のパーツ。最終面を火の鳥変身で楽に抜けましょう。楽に抜ける。そういうのもあるのか。変身するまでは油断しないでくださいね。わかってるじゃん。フォーメーション終了。火の鳥に変身やで。8秒間無敵が続きます。しばらくは楽に進ませてもらうよ。ははは。調子に乗ってる。けど、まあいいでしょう。人手の裏の砲台。ほんま悩まされたぜ。攻撃されるのきついですね。ピー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 。変身が解ける。地上に川が見えるし、もうすぐ海やな。一周クリア目前ですね。破壊不可能の嫌いの先に海が見えます。海にはいつものやつが隠れとるやろ。出現させて破壊しましょう。おうよ。砲台3つも出てきた。右の2つはもう倒せないのでしっかり避けましょう。了解。16面クリア。一周クリア達成したで。ここからは9面のルックです。ほな、9面の目安のあれを見に行って終わりにしようか。そうですね。あったあった。コロネが覚えといてと言っていた地上物です。面の表示がないけん分かりやすい地形で、一周クリア、ループしとることを確認しました。その後もマーさんは終わりまで続け。21面。5回目の巨大母艦、大根に負けたのですが、次の面に進んだことにしてくれました。面を一定以上進んでおしゃかったら、次の面の最初からスタートになったりするけん、ややこしいんよ。最後の一機です。ラスト出撃は音楽が変わる演出でテンション上がる。熱いですよね。ほな、最後にこれ言うとこか。音声はボイスボックスを使用。コロナは四国メタンさん。ハーミー、メイメイひまりさんを使用しております。ご視聴ありがとうございました。した。